さんこんにちは、立花さゆりです。今日はですね、誰を一番褒めるべきかっていうことについてお話ししていきます。前回と前々回は夫婦間でお互いを褒めましょう。そして、褒める時のポイント3つについてお話ししております。まだ見てない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、皆さんぜひ見てみてください。はい、そして今日は誰を一番褒めるべきかっていう話をします。では結論からいきます。ズバリ、あなたご自身を褒めてください。多くの人は他人を褒めれても自分を一番後回しにしてしまってます。私たち人間は急に不安の波に飲み込まれたり、十分に頑張れてないのではないかなと自分を責めがちです。あるいは過去の過ち、間違いを思い出して、なんであんなこと言うたんやろ、なんであんなことやったんやろと自己嫌悪に陥りそうになりますよね。あるいは現実と理想が遠すぎて、あまりにも高い目標を立ててしまったあんまり焦ったりします。そんな必要ないです。不安がある必要もないし、自己嫌悪に陥る必要もないし、そして焦る必要もないです。なぜかって言ったら、私たちは十分に頑張ってます。頑張ってる自分を思い出すためにも自分を褒めてあげてください。一仕事終わったらよく頑張ったと自分に言ってあげてください。そして特に晩は自分をいっぱい褒めてあげてください。だるくてやる気がなかったのにもかかわらず、やる気を奮い立たしてやりきった自分を褒めてあげてください。そして一日でできたこと、そして一人でも人の役に立てれたこと、そして優しくできたことを褒めてあげてください。以前は私、他人に厳しくて、そして自分にはとても厳しくしてました。その時はそれがいいと思ってました。もうなんて言うんですか、完璧主義者をもう死ぬまで貫こうと思ってました。でもある日立ち止まって考えてみたんですよ。まず自分を追い詰めてるわ、何よりも周りを追い詰めてる、そして周りに大変な思いさせてるなっていうことに気がつきました。従業員の皆さんには私それほど厳しいものの言い方はしたことないんですよ。でも周りが私を見て、自分にストイックに自分に厳しくする私を見て思ったんだと思います。じゃあ自分らもそれぐらい厳しくストイックにやっていかなあかんねんなっていう風な思いがあったんだと思います。それで気がつきました。周りにゆるくふわっと楽しくやってもらうには、まず自分がゆるくふわっとした生き方をしようと決めました。でも今までゆるふわっていう単語が頭になかった私には最初は結構難しかったです。なんか怠けてるようで、最初は自分のこと嫌いになりそうになりました。それで頑張った自分はもちろんなんですけど、逆に頑張らなかった自分を褒める手段をとってみました。そうすると、あら不思議、心が軽くなりました。そして一つ覚えておいていただきたいことがあります。自分を褒めるってことは甘やかしではないんですよ。何かって言ったら、次に進むためのエネルギー補給なんですよ。例えば皆さんも一日でさほど結果が出せなかった日でも、よくできたとちょっとしたことで自分を褒めるようにしてください。例えば1日に10をやらなあかんかった。でも3しかできてない、4しかできてない。それでも3もできた、4もできたと自分を褒めてください。そしてもう本当に小さなことでも褒めてあげてください。例えば学校、仕事関係なしに、休みの日に家でダラダラできたのにダラダラせずにジムに行って
運動してきたこと、そしてお外に出てお散歩に出かけれたこと、それを褒めてあげてください。もうそれよりも小さくてもいいです。もう気絶しそうなぐらい眠たいのに晩寝る前に歯を磨けれたこと、それだけでもいいです。それでも自分を褒めてあげてください。そして皆さん、この3つを覚えておいてください。頑張った、できたことを褒める。そして2つ目が逆に頑張らなかったことを褒める。そして3つ目は小さなことでも褒める。まず自分を褒めてあげる。そして自分に優しくする。そうすると周りにも優しくできます。まず自分を受け入れて、そして自分を褒めてあげて、そうすると潜在意識に勝手に伝わるので、自然にあなたに自信が生まれてきます。自分を認められない人には大きな成功は来ません。だからこそ今日一日終えたら、まずあなた自身を褒めてあげてください。自信をなくしては成功はできないです。そして今日の夜寝る前に自分ができたことを3つ言ってあげてください。3つ目は晩歯磨きができたでもいいです。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。いいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。